キタラトリキです。一つ二つリクエストをいただいているのですが、ですね、前々回占いました、羽生さん105日の離婚で現役生活、そして離婚と結婚離婚と世間を驚かせました羽生結弦さんなんですが、ですね、別れた奥さんと今もつながっているのか、今後再び結ばれることがあるのか、再婚、再婚っていうかね、新しい子を愛する人、この、愛し合える人がこう出てくるのかとか、あとはもう海外出た方がいいんじゃないか、出るとしたらいつがいいのかというようなリクエストをいただいております。リクエストありがとうございます。そうね、でやっぱりね、いまだにニュースになってるんですよね。やっぱりね、なぜ、非常に不思議であって、なぜなんだっていうね、不思議でどういうことなんだ、何があったんだっていうね、でメディアとしたら雲の上のね、羽生結弦という存在を、今ここで引きずり落として、こうメディアのこうリズムにね、羽生さんをこう引っ張り下ろして、こうそう引っ張り下ろしたいってやっぱ力が働くと思うんだよね。だけどやっぱり羽生さんのチームからするとやっぱりそうはさせないっていう、ところで今こうせめぎ合ってるのかなっていう気がするんですけれども、どうやらその羽生さん29歳の誕生日を12月7日に迎えられるそうで、私いつも旧暦で見てるから、旧暦だと11月5日なんですよね。今年はもう29歳換算で見てるんですけれども、12月7日に、29歳になられるとおめでとうございます。でその29歳の誕生日記念に写真集が刊行されるんですけれども、ゴートという題名で一瞬あれと思って、なんか聖書からの引用で私はね、そういう連想してしまって、なんかヤギ、生贄のヤギみたいな、なんかそういうイメージで一瞬あれって思っちゃったんだけど、なんかどうやらそのゴートというのは The Greatest of All Time と、それの頭文字を取ってゴートと写真集が、誕生日記念の写真集発売されるそうですね。楽しみですね。羽生さんルックスがすごいからね、スーパービジュアル持ってらっしゃるんで、もうですね、まず改めまして羽生結弦さんのホロスコープ見ていただきましょう。質縮かつ、急遽、直線的なイメージ、こうエネルギーを感じさせるホロスコープを持っていらっしゃるんですね。で、質縮非常に強い粛清なんですけれども、だけどそんな羽生さんでも今は結構きついんじゃないかなっていう感じます。もうスターって言ってもスーパースターで国民栄誉賞ももらっててね、数多くのボランティアとか、こう無償奉仕とかされてらして、もう立場的にはもう言いたいこともほとんど言えないと思うんですよね。もうほとんど言えない中でやっぱりご自身の、パフォーマンス、やっぱそういう中でやっぱね、伝えていかなきゃいけない。そしてね、ご自身のパフォーマンスで、表現していくってやっぱりかなりやっぱりきついんじゃないかなって感じますけれども、まずですね、海外に出たらいいんじゃないかと、マスコミがね、こうマスコミ対策としても海外に出たらいいんじゃないかって
確かにそうなんですけど、羽生さんやっぱりね、地元にやっぱこだわってらっしゃるんですよね。で、浅田真央さんもそうですけれども、羽生さんも地元にスケートリンクをね、作られるというような、ね、ニュースを私見たんですけれども、やっぱり地元に相当こだわってらして、やっぱなかなかね、世界に行くっていうのが、やっぱその動線っていうのはないのかなと感じるんですけれども、ホロスコープ上はですね、今年で電卓位を出られるんですね。で、来年から質問何如意に入ってかれるんですが、2年ちょいの間、やっぱりこう前の元の奥さんとのことをちょっとやっぱり尾を引かれるんじゃないかなという気がします。ただとは言っても新しい27年のサイクル始まったばっかりで、まだまだこう地元に、やっぱりご自身のね故郷ホームにその意識はぐっと向いてるんですけれども、ちょっとやっぱ来年からやっぱ少し元奥さんとのその関係性にちょっと惹かれるんじゃないかなっていう気がします。で、そこでですけども、海外に出るんだったらもう来年からだと思いますね。やっぱりね、故郷をやっぱ大切にされてるので、うまい具合になんか仕事に乗じてうまくこう海外に出て、なんかこう気運を外に逃がすとリフレッシュすることができるのかなという気がします。なんですけれども、今もその元奥さんとつながってるのかっていう点に関してですが、今は多分いろんなことのプレッシャーでなかなかまだご自身の悲しみっていうのに、辛さとか悲しみっていうのをまだしっかり向き合えてない状態で、来年から多分なんかいろいろ元奥様のことをちょっと考えられるのかなっていう気がします。ちょっとなんか尾を引くというような暗示が出てますね。で、そういう意味ではつながってるのかっていう言われればつながってるっていうことになると思います。で、今後再び結ばれることがあるのかという点があるのかっていうことに関しては、これはすごく可能性は低いんじゃないかなっていう気はしますよね。もう公ではそこは全く感じないです。で、仮に再婚とか新しい愛し合える新しい人の存在っていうのがあるとすれば、ホロスコープ上は35歳からになってますね。35歳以降にその新しい、こう人が現れて、そういう再婚があるとすればそこら辺35からっていうのが出てますね。さて、ちょっといくつかの点なんですけれども、羽生さんの機運みたいなのを踏まえまして、今の羽生さんの持ってらっしゃる機運から、読み解いていきましょう。では参りましょう。まず、ナイトのワンドが来ましたね。前進するですね。情熱を燃やしてちょっと勇み足なぐらいだけれども、突き進んでいく。そして5、ルイン、なんか情報戦行き着いてしまったっていうなんか感じがしますね。ルインってなってますね。ただ熱は非常にある。今回の件を原動力カルマとして突き進み、そしてタイと。あとこれ結構大アルカナなんでね、大きい意味がありますが、そうだね、今の難しい局面、なんか分裂してしまいそうっていうなんかこうね、陰のパワーもすごく感じるんだけど、やっぱここをうまく、取り持って前進んでいくといったとこかな。そして逆名号でいきましょうと。カップの6プレジャー、非常にいいカードですが、どっちかというと羽生さん羽生ワールドの中での喜びを、こう享受していくという力。そしてエイス・オブ・ディスク、いやだけどいいね、エイス・オブ・ディスク。そしてドンと4番ワンドの4ですね。コンピレーションと、いや結構だけどいいですよね。そしてドン。
ワークス、これは初歩的なパワーだけど、もう一回真に帰ってね、うまくこうバランスを取るだよね。うまくやっていくというところ。最後行きましょう。ちょっとドキドキのドン。ドキ。ナイト・オブ・カップが来た。だけど羽生さんちょっと心配だよね。すごい頑張りすぎちゃって。まずこんなん出ました。いかがでしょうか。いやーだけどすごいね。一歩二歩と前に出て献身的にファンの人たちにご自身を捧げていく、ご自身の世界観を提示していく。ナイトのカップでこれトートタロットだからね、ナイトといってもキングなんだけれども、ちょっと軽率なんじゃないってね言われちゃうかもしれないけど、結構なんかこう一歩二歩前へ出て、やっぱファンにご自身の世界観を提示するという、なんかエネルギーすごく感じますね。逆になんかプライベートな羽生さんがちょっと心配。講師で、アートでうまくこう技巧的にこう融合させるだけの力を感じるんですけれども、やっぱりなんか陰陽がちょっとね分裂してしまうんじゃないかっていうね。だけどここだけからちょっとなんかちょっとネガティブな、これもルインがそうなんだけど、あとはだけどすごいね強さを感じます。やっぱね海外に出るタイミング的には今なんだろうけれども、今というか来年からなんだけども、やっぱ仕事に乗じてうまくなんかこうご自身の、ちょっとこうネガティブな気分をうまくこうはけさせていくと、なんか気持ちがねフレッシュアップできるのかなっていう気がしますね。ただ羽生さん自身はもう突き進みますね。突き進んでいかれます。だけどね今回の流れやっぱりね羽生さん質縮の方だなっていうのをすごい感じますね。ただ質縮の人でもやっぱ今回の今の状況っていうのはねやっぱちょっと辛いと思います。やっぱり言いたいこと多分ほとんどというか何も言えない状態で、ほぼ何も言えない状態でやっぱりね自分の気持ちを表現、何も言えないのに自分の気持ちをどうやって表現するんだっていう話だけど、だからなんかそこら辺も全部やっぱご自身のパフォーマンスに還元消化されていくんではないでしょうか。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リキタルトリキでした。それではまた、バイバイ。